こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第9弾。今回から外壁張りを開始します。作業の前に加工スペースを確保するため、シェルを外に出すことにしました。組み立て始めて倉庫から出していないので移動できるか不安でした。ところが思いのほか軽く、あっさり一人で外に出すことができました。ただ今後重くなっていくので、ジャッキなど工具を準備する必要がありそうです。自作のキャスターで方向転換も楽々。外で見るシェルは新鮮でした。倉庫にスペースができたので早速作業を始めます。まずは外壁となる杉のノジ板をカットします。ノジ板は幅 90mm、厚さ 12mm のものを使用しました。外壁張りは長さの短い突き出し部の周囲から取り掛かることにしました。1820mm のノジ板から3枚取ることができ、合計27枚切り出しました。続いてサンダーでノジ板の表面を削ります。とりあえず全部サンダー掛けしましたが、サンダーが不調であまり綺麗になりませんでした。今回はそのまま貼りましたが、後日新調したサンダーで再度削りたいと思います。サンダー掛けの次はトリマーの出番です。外壁はノジ板を相ジャクリで組むことにしました。相ジャクリ用にトリマーのビットの出具合とストレートガイドを調整します。試しに削ってみるといい感じで組み合わさりました。この調子で全ての板に切れ込みを入れていきます。今回使用した工具はどれも音が大きく、長時間の作業には耳栓が必須でした。壁板の準備ができたらいよいよ貼っていきます。ビス締めの場所がわかるように釣り糸に養生テープで柱の位置をマークしました。しっかり下穴を開けてビスで固定していきます。相ジャクリで板が重なる部分にはシリコンコーキングをしました。弾力があるのでノジ板が多少伸び縮みしてもしっかり防水できると思います。またビス頭もコーキングする予定なので浅めのダボ穴を開けています。こういう単調な作業は頭を空っぽにできて、気づいたら進んでいる感じが大好きです。最後、端の部分は長さを調整して固定します。
ったりはまった時の気持ちよさは癖になります。これで突き出し部周りの壁張りが完了しました。続いて突き出し部の仮面に合板を貼ります。ここは普段見えない場所なのでノジ板ではなく厚さ 9mm の合板にしました。仮面のサイズに合わせて合板をカットします。周囲のノジ板は合板の厚さ分だけ下に出ているので辛い位置になります。クランプで固定したら柱の位置に合わせてビス締めしていきます。自分で設計したものの穴を開ける瞬間は本当に柱があるか少し不安になりました。しっかり固定できたら突き出し部周りの壁張り完了です。まだまだ先は長いですが気長に進めていきたいと思います。それではまた。